羽田空港で日航機と海上保安庁の航空機が衝突した事故で、炎上した日航機から乗客乗員379人全員が無事に脱出したことについて、欧米各紙は奇跡を目撃した。客室乗務員たちは素晴らしい仕事をした。などと称賛の声を伝えました。欧米各紙が事故を伝える記事の見出しには、ミラクルという言葉が並びました。ガーディアン紙は、まず第一に、私たちは奇跡を目撃したと言わなければならない。あの飛行機から乗客全員を降ろした方法は、ほとんど信じられないほどだ。との元民間パイロットの談話を伝えました。米ニューヨークタイムズ紙は旅客機の安全教育の専門家の話として、驚くべきだ。CA たちの反応速度は目を見張るものがありました。本当に奇跡だった。またロイター通信は、CA たちは素晴らしい仕事をしたに違いない。乗客全員が降りられたのは奇跡的だった。との航空分析会社の専門家の話を伝えました。国土交通省によると、事故の発生は2日午後5時47分頃、炎上した機体から乗客乗員は脱出シューターを使って機外に脱出しました。日航は2日夜の記者会見で、乗客乗員全員が機内から脱出し、安全な場所に避難を完了したのは18分後の6時5分だったと明らかにしました。スカイニューズテレビは2日、数百人が奇跡の脱出と速報。複数の元パイロットの談話として、私たちは奇跡を目撃しました。乗員が乗客全員を脱出させたのは奇跡としか言いようがない。もっとひどい状況もあり得た。などと報じました。BBC 放送は、乗員がどれだけ避難訓練に時間を割いてきたかを思い知らされた。信じられないほどの仕事をしたと解説する航空専門家の談話を紹介。冷静に避難を終えた乗員乗客の行動を称賛しました。日本航空の赤坂雄二社長は4日、羽田空港での事故後初めて報道陣の取材に応じ、乗客乗員全員が炎上した機体から脱出できたことについて、訓練以上の結果が出せたのではないかと前向きに評価しました。今回の日航機の乗客乗員計379人全員が脱出できた奇跡について専門家らが分析し、その理由に迫りました。米 CBS ニュースの輸送安全アナリストで元国家運輸安全委員会委員長のロバート・サムウォルト氏は、衝突で炎が上がった日航機について、あのような状態の航空機から生還するためには複合的な要素が重なったと思うと語りました。重要な要因の一つは最新旅客機の衝突安全性だとサムウォルト氏は指摘します。新型機の内装は耐火性に優れているとし、側壁には以前の機体のようにすぐには燃えない素材が使われていると説明しました。同氏は今回の火災が従来のアルミニウム外板の代わりに高い強度や弾性率、軽量といったメリットを持ち合わせた炭素繊維強化樹脂、カーボンファイバー、コンポジットで作られた航空機の胴体の安全性を検証するための重要な事例になると解説しました。米安全コンサルタントのジョン・コックス氏は AP 通信に対し、機体が一定時間内部まで燃え広がらなかったことで乗客を守った可能性があると推測しました。英紙テレグラフによると、A350 が事故により全損したのは世界で今回が初めて、同型機はエアバス社が開発製造する新世代の中大型ワイドボディ機で、2015年世界に先駆けてカタール航空が運用を開始しました。ドイツの航空ジャーナリストで航空機事故を検証するポッドキャスト番組の共同司会者アンドレアス・スパイス氏は、炭素繊維強化樹脂製の機体が燃えるのを見たのは初めてだとし、完全に燃え落ちるまでに時間がかかり、かなり持ちこたえたと評価しました。機体の安全設計に加え、サムウォルト氏は、脱出の成功は少なからず客室乗務員のプロフェッショナリズムのおかげと述べました。ある日本人乗客はロイター通信の取材に、客室乗務員は我々に落ち着くよう求め、機内からの脱出を誘導したと語っています。機内で撮られた映像には、乗客らが緊急脱出スライドを素早く、また冷静に降り、小走りで飛行機から離れる様子が映っていました。コックス氏は、これらの行動を優れた訓練の賜物とした上で、映像を見る限り乗客は頭上から物を取り出そうとしておらず、飛行機から降りることに集中していたと分析しました。奇跡としか言いようがない。乗客のアントン・デイベさんは、
スウェーデン紙アフトンブラデッドに対し、わずか数分で機内全体が煙で充満しました。私たちは床に身を伏せ、非常ドアが開けられて一気に滑り降りたと恐怖の瞬間について語りました。別の乗客は NHK の取材に、 CA は落ち着いて全員に荷物を置いていくように指示。その後すべての照明が消え、機内の温度が上昇し始めたと言います。乗客が撮影した映像には、暗い機内で CA が懐中電灯を手に、鼻と口を覆って姿勢を低くしてくださいと指示しながら冷静に避難誘導する様子を捉えていました。東京都在住の28歳の乗客はロイター通信に、乗客が全員降機してから約10分後に飛行機内で爆発があったと証言。奇跡としか言いようがない。ちょっとでも遅かったら死んでいたかもしれないと話しました。乗客367人と乗員12人の全員が脱出し、うち乗客14人が軽い怪我を負い、気分が悪くなった4人が病院で手当てを受けました。一方、米ニュースサイトザ・メッセンジャーは、今回の衝突事故が1977年にスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島で起きたボーイング747機2機による衝突事故を思い起こさせると伝えました。この事故はテネリフェ島で離陸しようとした KLM オランダ航空のジャンボ機がまだ滑走路内にいたパンアメリカン航空のジャンボ機と衝突・炎上したもので、両機の乗客乗員644人のうち583人が亡くなり、航空史上最悪の事故となったのです。濃霧が滑走路を覆う中で起きたこの事故は、コミュニケーションの行き違いが原因でした。2日の羽田空港の事故については、日本の運輸安全委員会の調査に、エアバス社の本社があるフランスの政府航空事故調査局も、3日に専門チームを派遣することが発表されました。元 CA の指揮者は、犠牲者を1人も出さなかったというのはものすごい功績と驚きを込め、今回 CA が取った行動が航空業界にとって今後の大きな模範になるとの見方を示しました。事故の映像を見ていたんですけど、最初は相当数が犠牲になると思っていたんですね。だけど全員助かったというニュースを聞いて、安堵とともに普段の訓練の賜物だと思いました。 CA ってみんなすごく憧れとか制服がかっこいいとかっていう人たちもいると思うんですけど、そうではなくてセキュリティの部分が重要。 JAL の訓練は相当きっちりしているなと感じました。こう話したのは、元外資系 CA で航空安全と CA の使命と題した講演を全国で行っている小沢麻子さんです。乗客が機内で撮影した動画を見て、小沢さんが挙げたポイントがあります。よく機内でコールボタンといってコックピットから鳴る音がします。あれが1回だと何、2回だと何という合図があるんです。動画を見ていると音が3回鳴っていました。3回というのはコックピットからの緊急の知らせを意味しています。もちろん乗客にはわからないことですけれども、 CA からするとこれは緊急のサインであるということが、機長と交信ができなくても音だけでわかります。3回というのは上空で乱気流を通過する時にも使われる合図だといいます。今回の事故では衝突後、操縦席から機内への連絡はほぼ途絶えていたことが分かっています。乗客の安全な脱出は CA の判断に委ねられる状況でした。何回かにわたって音が繰り返し鳴っていたので、操縦室からも連絡をしたかった、コンタクトを取りたかったけれども取れなかったという状況だったと思います。でもその音で JAL の CA はこれは緊急に間違いないと判断して、目視で炎を確認し、安全なドアだけを選んで開けた。訓練は何回もやりますけど、普通はこういうことを実務で経験しない。実際に起きた時、あれだけ冷静にやったということは本当に素晴らしい。同じようなことが例えば1996年6月に福岡空港で起きたガルーダ、インドネシア航空で昔あったと思うんですよ。あの時は CA が荷物を持って先に出て行ってしまった。犠牲者も出しました。最後まで乗客を誘導し、そして最後に機長が全員脱出したかどうかを確認してから客室乗務員と一緒に降りたということを聞いて、やはり JAL はオーガナイズされている、危機管理に関しての訓練をきちっとしているんだなと思いましたと続けました。小沢さんによると、安全面の教育はどの CA も同じ内容の訓練を受けるといいます。安全面に関してはどこの会社も同じです。サービス面では日本の会社はおもてなしという部分では厳しいとは思いますけれども、安全という側面で考えたら
特に IATA 国際航空運送協会に加盟している会社は全て同じマニュアルであります。一方で緊急時の対応は機種によって異なるといいます。飛行機の機種によって操作が違います。衝突した飛行機はエアバス A350 で JAL が今主力としている大型機です。エアバスの場合はボーイングなどと比べドアの開け方も違いますし、これからエアバス本社のあるフランスのトゥールーズから日本に入ってくるという時にちゃんと訓練ができているか不安もあったんですけど、 JAL はきちっと何ヶ月にわたって訓練をしていたということがこれで証明されたなっていうふうには思いました。事故後、小沢さんのもとには世界中のエアライン関係者から JAL の対応を称えるメッセージが寄せられました。 JAL のアクシデントがあったけれども全員が助かったのは称賛すべきことです。これはもう日本航空の訓練の賜物です。という声や、やっぱり日本人はセーフティーに関しては素晴らしいものを持っているという反応もありました。それだけ世界が重大事故と認識している証拠でした。私は日本航空の社員ではないですけど、日本人として褒められる犠牲者を一人も出さなかったというのはものすごい功績だと思いますと目を細めました。これはずっと後世に語り継がれていくと思います。機内のパニックコントロールもそうですし、大きな声を張り上げて乗客を落ち着かせたというのもあります。いろんな面で CA の力が大きかったなと思いますね。世界中の人から称賛される理由がわかりますし、日本人として誇りに思いますと小沢さんは語っています。一方、海保機は元日に起きた能登半島地震の被災者に支援物資を届ける予定だったといいます。同機の乗員6人のうち5人が亡くなり、1人が重傷を負いました。大切な任務遂行に準じた海上保安庁の皆様にはかける言葉もなく、ただただご冥福を切にお祈りいたします。これでこのお話は終わりです。この動画がなかなか良いと思われたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。